人類が夜空を見上げてきた限り、私たちは最も深遠な問いを自らに問い続けてきました。それは私たちは一人なのか、というものです。私たちは遠い惑星に探査機を送り、星踊り時からの信号に耳を傾け、強力な望遠鏡で夜空を覗き込みました。すべては答えを見つけることを願ってのことです。しかし、私たちは一体何を正確に探しているのでしょうか？エイリアンの生命体を見つけるというとき、私たちは単に小さな緑色の宇宙人を探しているわけではありません。私たちは生命の根源そのものを探しているのです。そして地球上では、その根源はたった一つの控えめな元素の上に築かれています。これは科学の物語です。知られているすべての生命、すべての植物、すべての動物、すべての微生物がなぜ炭素という元素と切り離せないほど結びついているのかを原子レベルで探る旅なのです。しかし、これは宇宙のルールなのでしょうか？それとも私たちの惑星にとって単なる幸運な偶然に過ぎないのでしょうか？炭素なしで生命は存在できるのでしょうか？もしできるとしたら、それはどんな姿をしているのでしょうか？これはアストロバイオロジーにおける根本的な問いであり、その答えはあなたが想像するよりもっと奇妙かもしれません。最初の、そして最も重要な理由は、炭素の結合における比類ない多様性です。炭素原子には値電子が4つあり、これは4つの非常に強く、安定した共有結合を形成できることを意味します。これは単純な詳細に聞こえるかもしれませんが、これが全ての鍵なのです。炭素原子を4つの手を持つ存在だと考えてみてください。他の様々な原子と、そして他の炭素原子とも結合する準備ができています。この多様性により、単結合だけでなく、20結合や30結合まで形成することが可能になります。この様々な種類の結合を形成する能力こそが、炭素を巨大で多様な分子群の中心的な足場として機能させているのです。結合の選択肢が限られている他の元素とは異なり、炭素は無限に近い可能性を秘めた、複雑で精巧な構造を構築できる究極の結合者です。その多様性に基づいて、炭素の2つ目の大きな利点は、信じられないほど複雑で精巧な分子を形成する能力です。自分自身や他の原子と結合することで、炭素は長く安定した鎖や複雑な輪を作り出すことができ、これらは生物学における最も重要な分子の骨格として機能します。これは生命の4つの主要な巨大分子の基礎なのです。炭水化物はエネルギーを貯蔵する長い炭素差であり、脂質は複雑な炭素構造で細胞膜を形成し、もう一つのエネルギー貯蔵形態として機能します。細胞の働き者であるタンパク質は、それぞれ中心の炭素骨格の上に構築されたアミノ酸の長い鎖です。最後に、すべての生命の遺伝暗号を含む DNA や RNA のような核酸も、中心に炭素構造を持つ複雑な高分子です。要するに、炭素はすべての生命が構築されるための骨組みなのです。情報を保存し、反応を触媒し、物理的な構造を維持するために生命システムに必要な複雑性は、この広大で三次元的な分子構造を形成できる元素なしには単純に不可能です。3つ目の理由は、安定性と柔軟性の完璧なバランスです。炭素が形成する結合は、しばしばゴルディロックスゾーンにあると表現されます。細胞の動的で水に満ちた環境でも、複雑な分子がバラバラにならないように十分な強度を持っているのです。しかし、壊して再形成できないほど強すぎるわけでもありません。このバランスは代謝にとって極めて重要です。エネルギーを取り込み、新しい分子を構築し、古い分子を分解するという生命そのもののプロセスには、操作可能な結合が必要です。もし結合が弱すぎたら、私たちのすべての分子は溶けてしまうでしょう。もし強すぎたら、私たちのすべての生物学的反応は不可能になるでしょう。炭素の結合はちょうどいいので、耐久性がありながらも動的な化学作用を可能にします。
最後の重要な要因は豊かさです。炭素のユニークな特性が主な利点ですが、偶然にも炭素は知られている宇宙で最も一般的で最も容易に入手できる元素の一つでもあります。炭素は星の核で生成され、惑星や宇宙人の重要な構成要素です。どこにでもあるのです。炭素が科学的に完璧であり、かつ宇宙的に豊富であるという事実は、私たちの惑星が形成された最も初期の瞬間から、生命が進化するために炭素が容易に利用可能であったことを意味します。なぜケイ素は炭素の良い代替品ではないのでしょうか。その前に、もしこの生命の科学への深い探求を楽しんでいただけたなら、いいねボタンをクリックしていただけると幸いです。これは本当に私たちを大いに助けてくれます。そして、もしあなたが私たちと同じくらい宇宙とその全ての謎に好奇心を持っているなら、次の動画を見逃さないようにチャンネル登録を忘れずにお願いします。ケイ素という元素は炭素と似た電子配置を持っているため、しばしば潜在的な代替品として見なされます。しかし、その科学的特性を詳しく見ていくと、それが私たちが知っている生命を維持することが極めて困難であることが明らかになります。ケイ素ハラコは炭素原子よりも大きく、このサイズの差は化学結合に重大な結果をもたらします。ケイ素が他のケイ素ハラコと形成する結合は、炭素の結合よりもはるかに弱く、安定していません。この弱さのため、ケイ素はタンパク質や DNA のような生体分子の構築に不可欠な、長く複雑な鎖や精巧な環状構造を形成することが困難です。水をベースとした環境では、これらのケイ素ベースの鎖は単純にバラバラになってしまうでしょう。炭素ベースの化学とケイ素ベースの化学のもう一つの重要な違いは、それらが酸化した時に何が起こるかです。地球上の生物が炭素を代謝するとき、主な老廃物は容易に排出される気体である二酸化炭素です。対照的に、ケイ素が酸化すると、固体である二酸化ケイ素、つまり砂を形成します。理論上の生命体にとって、砂のような固体を排出しようとすることは信じられないほど非効率的であり、おそらく不可能でしょう。これにより、代謝を妨げる老廃物が絶えず蓄積することになります。炭素が単結合、二重結合、さらには三重結合を形成する能力は、様々な形と機能を持つ広範囲の分子を作り出す多様性を与えます。一方、ケイ素は二重結合や三重結合を形成する可能性がはるかに低いです。この限られた結合能力は、作成できる分子の数と複雑さを厳しく制限し、生命に必要な多様性を達成することを困難にします。ケイ素化合物も水と非常に反応性が高いです。加水分解と呼ばれるプロセスで、ケイ素ハラコの長い鎖は水にさらされるとバラバラになります。液体の水は宇宙で生命にとって最も可能性の高い溶媒とみなされているため、この特性はケイ素ベースの生命にとって大きな障害となります。宇宙には生命の無数の可能性が含まれているかもしれませんが、ケイ素の基本的な科学的特性は、生命を維持するために必要な複雑で動的かつ安定した構造を構築するための欠陥のある候補とします。ですから、炭素が私たちの宇宙の一角で君臨しているとしても、それはそのユニークで完璧な科学の真の証拠です。宇宙は非常に広大な場所です。生命を探求する私たちの旅はまだ始まったばかりです。そして、私たちが液体上の水と炭素の痕跡を探し続ける一方で、私たちの内なる一部は、生きているとはどういうことかについての私たちの全ての概念に挑戦するような、根本的に異なる何かを見つけることを願っています。さて、あなたはどう思いますか？ケイ素ベースの生命は、全く異なる化学作用を持つ世界で存在できるのでしょうか？それとも、生命を創造するための完璧なスキルセットを持つ唯一の元素は本当に炭素なのでしょうか？もしこの動画があなたの好奇心を刺激したなら、ぜひチャンネル登録といいねボタンをクリックすることを検討してください。あなたのサポートが
私たちがこのようなコンテンツをより多く作成するのに役立ちます。